カモメたくさんいるよ。で人もたくさんいる。こんなんだと思ってなかった。もっと普通に静かなスポットだと思ってた。カモメだけじゃなくてね、カモの類もいますね。でこの鳥たちね、シベリアから越冬しに来てるらしいです。皆さんどうやらここら辺なんだけど、すっごい静かでそういうスポットに見えない。一点点，一点点。多点讲，多点讲。前方到站是深圳站，请下车的旅客整理好行李物品，提前在车门处等候。下车时注意车门与站台之间的间隙，照顾好老人、小孩，以免发生意外。各位旅客，前方到站係深圳站，請落車之後旅客準備好行李物品，提前喺車門前等候。落車時注意車門嘅關閉。皆さんというわけで深セン駅に着きました。深セン駅ね、小さくってすごいカジュアルな感じ。中国のでっかい駅に慣れてるとすごいカジュアルでいいなって感じですね、小さくて。まあこれからね、ホテルのあるところまで地下鉄で行くんですけど、それからね、駅ちょっと歩いて駅どこかちょっと見に行きましょうか。皆さん駅出てね、すぐ横にここ羅浮港岸っていう、関所ですよね。向こう見てくださいよ。あそこから香港って書いてありますね。向こう香港。ああ、ここでね、通行してるんだね。深圳と香港。無事部屋に着きました。チェックインしました。見てください、この部屋。もう普通のアパートっていう感じ。もう、外もそうだし、内部もね、外も隣近所ね、人が住んでる、普通に住民が住んでるって感じで、内部も割とちょっと古い感じのね、アパートですね。ガスコンロだしね、生活感があふれてる空間ですけど、で前回と同じくね、民宿なんですけど、全部電話連絡、WeChat 連絡ってだけじゃなくって、ちゃんとフロントがあってね、フロントでそういうチェックインもねしてくれる。で深センのね、第一印象としては、まだ全然何も見てないんでね、もう天気蒸し暑いグアンチョと気温は多分同じぐらいなんですけど、こっちの方がね、やっぱりもう海に近いっていうのを感じますね。でこことかバスルームですね。とりあえず今日はね、3泊するんで、時間ゆっくりあると思うんで、どこ行きたいとかね、まだ決めてないんですけど、今日はとりあえずここでまずちょっと休んでから、夕食食べに行くってだけかな。それではまたその時まで。ちなみにホテルは向かいのビルにあって、ここ空雪湾站っていう地下鉄の駅最寄りです。すぐ目の前。だいぶ中心地ですね。エリアとしては福田エリアですね。なのでいろいろ食べ物屋さんとかもね揃っているでしょう。ホアチャンっていうエリアにやってきました。この辺、食べ物屋もねご覧の通り集まってますけど、
深センのね新鮮らしい携帯とかそういうまあでっかい電子商品のまあ電子器具のそういう市場がねあるエリアっていうことで、それに関連してねそういう小さいお店とかもたくさんありますね。ここの小筋の店入ってみようか。ごちそうさまでした。小筋ってまあ蘇州でもね出前の店とかでよく食べてたんですけど、まあようやくね本場のものが食べれてよかったです。客がね小さい店だけど、まあ客がね結構入ってて、それで途絶えることなくね出前じゃないや途絶えることなくで途絶えることなくね持ち帰りでっていうお客さんも入ってきてて、結構まあ人気店なんじゃないでしょうか。すごい美味しかったです。スープも小筋鶏肉自体もねさっぱりした素材の味を生かしたって感じで、この辺結構中心地っぽいところに出てきたね。こうやって工事してるけど、まあここも春節迎えるための何かそういうお祭りのやつかな。ここら辺はあそこ見えるね。華强電子世界。あそこが電子器具のそういうまあ卸売なのかな、まあ市場ですね。高峰。あ、这边哎，我知道。ここまあもう閉まってるんじゃないかな。ちょっと中覗いてみようか。まあまあもう暗いよね。まあもうちょっと閉まってるかな。だいたい閉まってますかね。まあ明日また来ましょう。実は欲しいものっていうか必要なものがあって、香港の電源コンセントがね違うっていうことを知らなくってで持ってきてなかったんですよ。なのでそのコンセントの形、電圧はまあ分かんないけど、とりあえずその各国で使えるやつ、変換アダプター、それ買わなきゃ。まあやっぱり春節のねそういう市場が立ってますね。というかまあいつでもこういうのをやってるんじゃないかなと思いますけどね。まあこういう繁華街ではねいつでもこういう小さい市場がね立ってます。こっちからさっき見たところですね。華强電子世界。まあいくつか多分ねあるんだと思うよ。てかここが地名なのかな。華強が地名なのかな。それとも会社の名前なのかな。まあですからここが華強っていうエリアです。ここが大体ねその深センらしいところ、深センのね電子機器、携帯とかそういうものの深センらしいそういうものが集まってる場所なんじゃないかな。ここはまたそういう雑多な世界ですね。こういう手機維修とかね、携帯修理とかそういう電子機器の修理の場所の合間にすぐ隣にこういうね食べ物や屋台系、
活気がありますよね。まあここはもう本当にただの一角に過ぎないんでしょうね。もうたくさんねこういう場所があるんだろう。とりあえず今日は今晩はまあ今もう8時ぐらいでね、今晩はですね、まあここはまあ軽くね見るだけで、明日ね昼になって明日朝もうちょっとね探検しましょう。ここは今もうスーパーですね。これはね明るいですね。明るいってどういうコメントよっていう。まあこれでも多分なんかね、多分春節だから結構空いてるんじゃないかな、多分もしかしたら。地下鉄もね結構空いてる感じがしたんですよね。もっといるんじゃないかな。それでもこの楽器ですから、まあ8時でも9時でもね、店ずっと開いてますもんね。本当にね、よく働きますよみんな。ここはお菓子のね市場ですね。すっごい大量にあるよね、お菓子がね。でみんなすごい買ってってるね。まあ、観光客もいるし、まあ業者とかもいるんだろうねきっとね。これは分かりませんけど、すごいいろいろな見たことあるようなやつもあるし、全然見たことないようなお菓子もある。中国あるあるだけど日本語使ってたりするんですよね。これはチェンジョのやつだね。日本とはまあ日本の会社とは関係ないよね。こういうやつとか潔い三座脂肪ですっていう。面白い。なかなか日本人だったらこれに「です」ってつけないよね。です三座脂肪まではわかるけど、なかなか「です」ってつけない。ここら辺とかドローンですけど、まあドローンって今ダーちゃんって DJI がもうほぼ一強なんですけど、まあ見たことないブランドのやつがねありますよね。まあだいたいかなり安く売ってるよね。218元とか。どんなもんなんでしょうね、こういうの性能。でも今結構ねウレンジドローンのね規制は結構厳しくなりつつあってね、ここはもうはっきり書いてありますよね。で大体もう都市部はね飛ばせないらしいですよ。都市部で飛ばしたらねもうまあその後何が待ってるかっていう感じですね。ここ地下鉄だから、ここから地下鉄に乗ってここから地下鉄に乗って夜景スポット行こうかな。市民中心みたいなそんな場所が、まあ深センの夜景のランドマークみたいなところらしいんで、皆さんどうやらここら辺なんだけどすっごい静かで
そういうスポットに見えない。まあでも後ろのビルのねライトアップはされてるよね。お、やっと着いたか。ここお開けてきました。こんな風になってるんだね。いやどうなんだろうこれ。真ん中埋まってるし、どこら辺があれなんでしょうね。どこら辺にいるべきなんだ。ここ完全に公園でね、後ろにこうやって綺麗なビルが見えるんだけど、公園で木立に遮られてるし、でもネットではもうちょっと綺麗にねちゃんと見える場所があったんだよね。どこなんだろうそれがっていうのがわからないんですけど。全然ねどういうスポットから見たらいいのか分かんないまま巨大なショッピングモールの中に出てきちゃった。これはどう言ったらいいんや。やっぱり人いないですよね。みんな田舎に帰ってんだね。ショッピングモールとかまあ全然こうやって夜まで営業してますけど、普段と比べたらまあ人いないんだろうね。まあ今日は普通に平日だしっていうのもあるけど、これただのぬいぐるみだと思ったら、巨大なショッピングモールの中の真ん中に猫カフェがありますよ。値段はこんな感じ。まあ私はちょっと入りません。もう疲れたんでね。ちょっと楽しそうだけど上から見てたので、今日はこれで終わります。皆さんおはようございます。今もうね10時50分11時前なんですけど、今日もねここにやってきました。ホアチャンのエリアでもちょっとお店まだ開いてないかもね。さっき近隣のねそういう界隈を通ったんですけど、結構閉まっててね。で、今日の目的は昨日ちょっと話しましたけど、香港に行くための電源プラグの変換アダプター、それを買い求めることです。昨日見たけど、ここ入ろう。ここホアチャン電子世界、ここが一番でかいところでしょう。とりあえずここのエリアはカメラ系だね。これでアダプターないよね。電源アダプターどこ行ったらいいんだろうな。ほらこれ富士フィルムとかキヤノン、カメラ系ですね。これがフロアの案内図なんだけど、ありそうなフロアがねどこなんだろうね。これ分かりませんよ。上の方とか閉まってるし、
この辺とか結構閉まってるのは春節だから閉まってるのかなそれとも時間まだ早い。你好，帮我打开这边那个转换头。转门头要音规转什么？我去香港。去香港用的是吧？对对对。还有那边的什么？这个是反过来转的，这是大陆的转香港的。無事買いました。香港に行くやつ。こっちが大陸のやつで、こっち香港用っていうことですね。どうなんだろうね、無事使えるかな。大陸のやつも僕パソコンというより、中国ってこの3つの穴のやつと他にも3つの穴じゃない2つのね、日本と同じやつがあるんですけど、ちょっと家帰ってね、使いたい電源プラグ合うかどうか試してみなきゃ。合うと思うけどね。今さっきの店を離れてね、向かいの店に来てるんですけど、向かいのショッピングモール、ここはだいたい携帯とかさっきのとこはねカメラが結構多かったけど、ここはもうちょっとこまごましたものですね。ちなみにコンセントのやつとかね、いくらでもここにも売ってたし、さっきの店の2階とかでもねこまごました店で売ってた。でこうやって結構シャッター降りてますけど、春節でね閉まってる、春節で閉まってる店が多いから、この時期に来るのはあんまりね得策ではなかったんだね。ここから出れるんかい。見てるとすごい細かいものが、いろんなものが売ってますけど、感覚としてはいいウーと同じ、いいウーに行ってた時と、そういいウーのあそこのあそこは主に雑貨ですけどね、もっと種類が多い。向こうも電気製品はあるけど、こっちはもっと電気製品に特化してて、で、こっちもね外国人結構多い。それにいろんな言語っていうほどじゃないけど、大体聞こえてくるのは中国語、普通話とあと広東語、それと時折英語って感じですね。AI 翻訳機とかあるんだね。面白いな。
ハウスノーウェア深センっていうそういう場所らしくて、まあそういう店というかブランドというかね、さっきちょっと地図で見たらこの方角向こうらしいんで、このまま歩き続けよう。これはオレっていうスーパーですね。ソシュにもあるし、寧波にもあるんですね。僕寧波に寧波に住んでたことあるんで知ってるんですけど寧波にもあってね、割と高級めの外国の食べ物が輸入食品なんかに強い、そういう感じの高級めのスーパーですね。もう春節って感じですよね、こうやってね。これフォーティアオちゃんって福建で有名な海鮮のねスープなんですけど、すごい高いんですよ。まあ春節ムードってことですね。こんな場所取って何するんや。行こう。お、あった、あれだ。ハウスノーウェアってやつですね。着きました。入っていきましょう。混んでる時はね、混んでる週末とか予約が必要だったりとかあるらしいんですけど、今は全然大丈夫。こうやってスラーっと入って、まあ無料で入れますね。楼梯后面可以走进去里面拍照啊，楼梯后面。まあこれで空いてるんだろうけど、でもまあ人全然入ってる。すごいアートって感じ。サングラスだよね、これね。お、かなり高いですよ、これは。3430元とか。すごい、みんな写真撮ってますね。上の階もあってね、これはかなりコストかかってるだろうけど、ブランド戦略としてはいいんでしょうね。まあ服もあるし、まあ、ファッションブランドだね、これは。無料のこういう展示でね、客を引きつけて。これは雲ですね。ちょっと試してみようか。
はあ、これなんかいいんじゃない？お値段ちなみに見えるかな。2000元、まあ日本円だったら4万円は下らないって感じかな。今4時前でね、まだ夕食には早いんですけど、まあ、午後のお茶の時間、ここのさっきの今のショッピングモールにあるこのビストロ通りみたいな名前がついてる、結構にぎわってますね。ここで午後のお茶そのまま夕食にしようかな。もう各国料理選び放題でね、まあイタリア料理、ピザとか、オイスターとかね、オイスターバーとか、フレンチのねビストロワイン、そういうのから、まあ焼き鳥、日本の焼き鳥とかいっぱいあるんですけど、ちょっとここのタイ料理屋にね入ってみようかな。さっき着きました。メニューこんな感じだね。あ、シェシェ。メニュー見てるんですけど、まあ大体こういう店にありがちな価格だね。高いものは300元、カニのやつとかね300元で、まあ大体一皿100元とか平均。マンゴーのみとアイスクリームのやつが来ました。これまだメインのやつね来てないんだけど、このノーミーですね、もち米熱いんで熱いうちにちょっと食べちゃいましょうか。いただきます。美味しい。デザート美味しい。早くメインのカレー来てデザート食べ終わっちゃう。青咖喱洋酱。美味しい。ちょっと味濃い。まあラムチョップとチョップかな、ラム肉のヤンパイかな、ラムのそのあばらんとこかな、それとこの青いカレーっていうか、それがメインの青いカレーですね。まああと野菜適当にズッキーニとか入ってるのかな。ズッキーニ、カリフラワー、ブロッコリー系、ズッキーニ、カリフラワー、人参って感じですね。うん。いや、すごい美味しい。1、2、3、4、4切れも入ってるからね。ごちそうさまでした。美味しかったです。タイ料理。もう中国関係ないって感じですけど、まあこれがね、おしゃれなビストロ通り、あれがまあ現代の中国、現代の深センってことですね。僕もこれやります。チョンゴンシャンアン。
offer多多，友善可靠。皆さんこんにちは。今僕はですね、ホテルから地下鉄に乗って1時間ぐらいですね、正味1時間ぐらいで、ここの裕新書店っていう本屋に来ています。すごい中がね、インテリアが綺麗ということなんで、まあ本屋ですけどね、ただの本屋ですけど、ちょっと中に入っていきましょう。中入ると思ったより小さくてね、ネットで写真見てた時に想像してたスケール感より全然小さくって、やっぱり写真とかだとは分かんないですね。でもここのお店、チェーンでね、他にも店があるみたいなんで、ここよりもう少し大きいところはあるかもしれないです。ですごい居心地のいい本屋でね、まあ今人が少ないからっていうのもあるけど、座るスペースも少しあるし、それで自習室とかヨガのスペースとかね、で本もなんかすごい魅力的な本がいっぱい揃ってて、まあおしゃれなデザイン関係の本とか、まあ、外国文学、中国文学、それから心理学、歴史系とかね、まあ、日本に関する本とかもね、やっぱりちらほらあって。あと喫茶店が併設されてて、すごい中国のねお茶が揃ってる。コーヒーとかじゃなくって中国のお茶、すごい上品な可愛らしい綺麗なお茶の種類すごく多くってね。で僕もお茶頼みましたけど、季節のお茶、その季節のおすすめのお茶、まあ結局ミルクティーでしたけど、それとチーズケーキ頼んで、でそこでねサンプルの本読んでいいってことなんで、サンプルの本持ってきてちょっと読書するふりをしてました。で僕はこれから次にどこだっけ、なんちゃら公園、深圳湾公園っていうところに行って、カモメを見に行きます。深圳湾公園着きました。結構人がいるね。もう賑わってる。みんなカモメ見に来てるのかな。嘘でしょ。こんな賑わってるよ。これ人いすぎでしょ。みんなそんなカモメに興味あるんだ。びっくりですよ。いやカモメなんてね、これ需要あるみたいな、このシーンカモメ撮るシーンなんて映して需要あるとか思ったけど、あるかもね。まあ少なくともうちの父には需要があるんですけど、うちの父は鳥が好きだから。カモメたくさんいるよ。で人もたくさんいる。こんなんだと思ってなかった。もっと普通に静かなスポットだと思ってた。まさかここがこんなに賑わってるとは。まあでも撮りに行きましょう。今回僕結構
望遠レンズ持ってきたんで撮れるでしょう。それでは行きましょう。カモメだけじゃなくてね、カモの類もいますね。でこの鳥たちね、シベリアから越冬しに来てるらしいです。でちなみに向こう岸ね、向こう岸香港ですからね、香港が見えますから。いやもうすごい活気ですよ。これもうちょっと信じられない。僕はただこういうの持ってる人が、鳥好きの人がカモメを取りに来てるだけのそういうスポットだっていう思ってたんですけど、もう完全に観光地になってる。物売りの人たちはもちろん写真撮ります1枚10元ですみたいなね、そういう人もいるし、でみんなカモメバッグにね自分の写真撮っている人たちがたくさんいて、なんだろう、何せやすごい活気。おお、あ、一斉に飛び立ったな。まあでも正直ね、僕ねちょっと信じられないわ。もう中国の人のその感覚がどうしてこんな集まるのかなっていう。とにかく人が多いからね、もうまさか深センで一番混んでるスポットがここだとは。まあ僕が今回の対談の中でね一番混んでるスポットがここが今日はね、もうここは海の近くなってもあって海風が吹いてすごい涼しいですね。なんでもう楽しい感じ、気持ちいい。まあ晴れてるしすごいいい。まあでもここ人が集まる理由もね分かりますよね。まあカモメ見れるし、で向こう岸ね、あっちが香港だから、あっち香港ですから。
18. いやー、カモメ面白かったですね。カモメ自体も面白かったし、人がいっぱいいてね、賑やかで楽しかった。で、今私はね、地下鉄に乗ってここにやってきてます。もうここが一番の繁華街だったんだね。ドンメンラオジエっていう場所ですね。深センのこれは一番の繁華街だね。もうすごいにぎわいですね。まあ深セン、今日が深セン最後の夜なので、深セン最後の夜はここで過ごしたいと思います。有没有吃过亚麻籽油？哎呦，我的天！睡觉了？啊，我公月亮了，公月亮这边我也挺气的，我一个人就吃了。就是口袋里没有半毛钱。欢迎光临，谢谢中国的不欢迎，那么有位什么都这个不都快是什么？谢谢中国的嘛，不谢的嘛。しかしこんな人いたんだっていう印象。地下鉄とかね結構空いてたし、もうみんな春節でね人少なくなってるのかなと思ったけど、全然そんなことなかったね。これだけいたっていう。まあ今日土曜日ですし、なので、まあ春節前の最後の土曜日かな。まあ来週の水曜日ぐらいでしたっけ？元旦かなんかそんな日で、まあここが一番の繁華街ですけど、どういう風に楽しめばいいのか。まあとりあえず夕食食べてないんでね、夜ご飯食べたいと思いますけど、どういうとこに行くのがいいのかな。この辺服飾の市場、そういうのが集まってるみたいだね。まあ深センは電気製品だけじゃなくっていろんなもののね卸売だったり、まあ卸売だけじゃないけどそういう市場があるみたいですね。まあなんて言っても香港と接してるからね、いろんな商品が流通する場所っていうことなんでしょうね。もうすごいにぎわいですわ。もうなんて言ったらいいんだろう、東京のアメ横みたいな感じ。
あそこもこういう服飾もあるし、食べ物屋もあるし。吹，桃花朵朵开，枝头鸟儿成双。ここら辺こういうビルがいっぱいあってね、国際服装批發市場とかそんな感じの名前のビルがいっぱいあって、その一つに入ってきたんだけど、まだ結構店やってるね。もう8時近いけど、それに春節だし。でももうこうやってサーちゃんとチンホーとかね、もう全部売り尽くしみたいな、そんな感じですね。かなり規模がでかいよね。こういうのがいくつもあるから。飲食探してさまよってるんですけど、ここメッシジア屋台街ですね。どうだろう。屋台でちょっと中見てみましょう。こういう屋台街ね、楽しいんだけど、いかんせん結構落ち着かないからね。どっか落ち着けるところがあったら。なんか意外と屋台街ってことじゃないな。これだけだと結構狭いし。どうなんでしょう呢？どこら辺がいいかな？走走走，要小一点，要多点花钱，要哪里车哪里，你是去花我车的，如果介意的呀。要滴滴花么？要滴滴花么？要滴滴花，是不是？要哪里车哪里。买不起，买不起。要多少钱？多少135。135。哇塞135。135。一点怎么？这一块135了。那这一整块多少钱？500斤，500斤。500斤，500斤。500斤的话多少钱呢？一整块，大概多少钱4万。4千。4万。4万。4万。僕若すぎる。ああいうもの見るとね、ついつい買いたくなるんです。すっごいでかいから。でこれ割とね、なんていうかケチケチできないんですよ、ああいう時ね。僕ね、ついついそれぐらいかなみたいな感じで相手の言うような感じでやっちゃって、135元だよこれで。であれこれで135元なんと全部でどんぐらいなのみたいなこと聞いたんですけど、なんかうまく通じなかったのか分かんない。4万とかなんかどうなんでしょうね。まあ分からんないけどすごいと思う。まあ全部で500斤なんだね。500斤ってことは何キロだ。1斤 500g だから250キロもあるってこと？嘘でしょ。どうしよう晩ご飯。ここら辺もなんかすごいずっとあるけど、もう分かりません僕。どういうとこに行けばいいか。いや这多少钱？那一份15元。15元。15元有6个啊。衣服15元。
啊，来衣服吧。来，老板，你好。这个多少钱？这个，你只要这个还是要拼的话，选多少道券的吗？要冻的对，你吃不吃甜的？全都是甜的嘛？这边咸，这边甜。要咸的。要咸的吧？好，这是虾了。好。这玉米了，木耳。玉米了。你過去你揾下睇下哥哥燒完未？你過去攞個三串嘢。来个香芋给你，15元。あ、15円。好ら。これ買いました。美味しそうだったから。これ15元ですね。次にこれなんだけど、どうしようこれ、こんなでかい塊。しかもあれで切ってたからさ、そもそも切れるのみたいな。もう激しく後悔してるわ。おい。どうすんのこれ。なんだろうと思って買ったんだけど、めっちゃヌガーみたいな感じだねこれ。ナッツを蜂蜜でね固めてある。で普通に噛み切れない部分があるんだけど、明日の朝ごはんに回すとしてもどうすんのこれ、香港に持ってけんの？来份萝卜牛的。啊？有什么区别啊？啊，都有吗？来一份20的。好。ロボ餃子ってのを買ってみました。20元のやつ、ロボ餃子とニョードゥ、ニョーワン、何でも入ってるやつ。こういう豆腐とか、この血のやつとか、こういう牛の臓物系が全部入ってる。ニョーワンも入ってます。牛団子。ごちそうさまでした。美味しかったです。すごいおでんみたいでね、味もおでんみたい、中身も大根とか入ってるしね。で他にもねいろいろ試したいものあるんですけど、インドベイビーとかね、インド人が働かされてるみたいな、いやなんかうがちすぎかもしれないけど、インド人が作ってるベイビーっていう、そういうなんかそれとかね面白そうだったんですけど、何いかんせんこの新疆人のねケーキにやられてしまって、これもう非常食みたいなもう感じ、もう一口でお腹満腹になるみたいな、山に持ってくみたいな。なのでちょっともう今日は帰ります。でこれでねもう深セン旅行はこれでおしまいで、明日は香港に行きます。なので次回は香港、またこれでご視聴いただきありがとうございます。次回は香港よろしくお願いします。